今日はこれまでで最も重要な内容に触れていきます。終鉄の伸びる姿勢は筋肉を伸ばすことではなく収縮であると以前から伝えてきました。それを理解する鍵はテンセグリティ構造というキーワードにあります。本当の意味での身体の一体化を成し遂げるにはこれが分かっていないと絶対に先に進めません。この言葉はご存知の方も多いとは思いますが、終鉄の身体操作の根幹は単にその構造を理解するということではなく、テンセグリティ構造の特性を踏まえた上でそれをどう鍛え上げていくかを追求した独特の鍛錬アプローチにあります。誤解されがちな仙骨が入るという感覚も今回解説する内容と深く関わってきます。こんにちは。なぜ終鉄の鍛錬によって圧倒的なパワーが生まれるのか、その基本となる伸びの姿勢では一体何が起こっているのか、これを知れば一般的な呼吸法や体幹トレーニングとは全く違う原理であることが深く理解できると思います。強い体を作る大きな気づきを得られると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず終鉄では威力を出すのにパンチは手、キックは足などというふうにそれぞれをバラバラには考えません。手から力が出るようになれば足や胴体からも力が出る。押す力が出るようになれば引く力も出る。そういう常識的には考えられないようなことが起こります。それは一般的に考えられるパワートレーニングとは着眼点が全く違うからです。聞き古された表現になってしまいますが、体の強さの次元を変えるのは上半身下半身が真の意味でまとまることが一番重要なのです。体幹が大切だっていうことは誰もがご承知のことかと思います。では皆さん、体幹トレーニングによって次元が変わるほどの変化を感じたことがある人はどれほどいるでしょうか。クランチ、プランク、あとドローインとか、腹圧、腹腔内圧を高めるような呼吸法を交えたトレーニングでも同様です。それらは確かに体幹部の筋肉を鍛えてくれますが、それは結局のところ体幹というパーツを鍛えるだけであり、まとまりのある体を作ることには大して結びついていないんです。全身のまとまりをチェックするのに最も効果的なのが持ち上げて体の重さを確認することです。この検証ではリラックスしていても、また腹筋や背筋、腹圧を高めて体幹をカチカチの状態にしたとしても、実は重みは全く出てきません。しかしこれから解説する本当の意味での体のまとまりができれば、同じ体とは思えないほどの重みが出てきます。ちょっと抜きますね。はい、よいしょ。お腹パンパンになって、はい、あ、ね、はい、はい、はい、では全身がまとまるにはどうしたらいいんでしょう。それにはまず我々の身体認識を改める必要があります。一般的に人体を骨が体の土台になり、筋肉がその上に張り付き、そんな構造と想像されがちです。しかし実際は全身はつながりによって立ち上がっている構造であると考える必要があります。テンセグリティ構造、これは大変重要な概念ですので、じっくり解説していきます。これは軸となる柱が見当たらないことから、まるで宙に浮いているように見える不思議な模型です。これはテンセグリティ構造で作られている模型です。よーく見ればわかりますが、この上の台を支えているのは真ん中にある一本の鎖の張力だけです。これは非常に極端なテンセグリティの例ですけれども、テンセグリティ構造とはこのように引っ張り材と圧縮材、その組み合わせで構成される自己支持型の構造体のことを指します。安定した構造ながら軽量で、また自在に形状を変えられるっていう点に特徴があります。例えばこの模型、棒同士は接しておらず、
棒と棒を結びつけている張力によって全体の形を保っており、どこかに力が加わると全体に影響を及ぼして変化します。テンセグリティ構造は圧縮要素と引っ張り要素の組み合わせにより、全体としては形状を維持しながら軽量でありながら強度と柔軟性を両立する構造体を実現する原理です。人体もまたテンセグリティ構造の原理に基づいていると言われています。骨が圧縮材、人体や筋肉はこの引っ張り材に相当し、互いに力を受け渡しながら全体として立体的な構造を形作っています。例えば背骨についても様々な張力がテントのように脊椎を立ち上がらせ、我々の姿勢を成り立たせていると言えます。椎骨という圧縮要素が上下に並んでおり、筋肉や靭帯という引っ張り要素が骨を取り囲むように配置されています。この引っ張る力が骨の圧縮力と拮抗することで、これらを適切に支えて立ち上がった状態のバランスを保ちます。この構造のおかげで人体は十分な強度と可動性を両立できています。したがって背骨を人体の構造的な強さの中心と考えてしまうと、本来の体の軸っていうものからはかけ離れたものになってしまいます。先ほどの模型は不思議さを強調したデザインですので、構造的な強さを生むような作りではないですけれども、この引っ張り材としてのチェーンをもっと効率的に配置すれば、力を分散させて安定的な構造を作ることも可能です。人体は上から操り人形のように吊るされているわけでもなく、下から積み上がったレンガのような構造でもなく、ここで大切なのは、この全体としての張力の強さとバランスが人体を重力に抵抗して立ち上がらせているということです。そしてこれが立ち姿勢を理解することにつながります。テンセグリティの説明につながるんですけれども、軸が整っている状態っていうのは、とにかく力を使わないで立っていられる。効率的に立っていられる姿勢ですよね。その状態っていうのが、要はテンセグリティな構造がうまく作られている状態。必要な張力が最低限ピン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 と張っていると。だから力がゼロではないんですけど、その最低限の力で立っていられると。重心の前後とかも大事だし、頭の場所も大事だし、整った状態を作って、伸びなくていいです。まず整えるだけですね。軽いはずなんです、すごく軽い、はい、でこれがいびつな状態になると、ちょっといびつにするだけですね、はい、ちょっとまた持っておって重さが変わりますよね、急に。で揃ってる時っていうのは軽くなる、単にリラックスしている姿勢と構造的に整った姿勢とでは、持ち上げてみると軽さの質が全く違います。整っているとふわっとした軽さになります。これがこの後意図的な重さと強さを作り出す際に決定的に大きな差となってきます。これが軸が整っているかそうでないかの違いです。この状態を作っておくことがまず絶対大事なんです。テンセグリティの構造がバランスが取れている状態っていうのは本来は軽いはずなんですね。その状態のままぐーっとそれぞれのテンションを締めていく。全部の張力をぐーっと強めるのにぐーっと中を、特に中なんですけどね、ぐーっとうまく締められると全部が釣り合いを持ってこう締まってくるので、見た目も変わらないし、ここもそんなに印象は変わらないけど、これは上がらないですよね、はい、ちょっと見てますではここで終鉄の伸びる姿勢について詳しく解説していきます。よく伸びることで体幹の筋肉を長く引き伸ばすんですよねと言われますが、テンセグリティ構造を考えたら分かる通り、それは全くの誤りであると言えます。伸びる動きっていうのは体幹部の張力が強く働く結果の動きであり、張力が働くというのはすなわち筋肉や腱、筋膜といった人体の引っ張り要素が収縮しようとする動きなのです。また終鉄では
体幹深層筋のうち大腰筋が大切だと強調していますが、同時に大腰筋だけが働くのではなく、腹腰のバランスを持って働くことが大切だと強調してきました。どれか一つが強くなれば全体の構造が崩れることになります。構造全体を強くするのであれば、全体のバランスを保ったままで張力を強めていく必要があります。実はここに終鉄の鍛錬の最も大切なポイントが潜んでいます。確かに全体の引っ張り要素を鍛えていく必要があるんですけれども、結果的には自分が感覚できている筋肉だけを過剰に緊張させることになり、テンセグリティの構造は一気に崩れていってしまいます。このバランスが崩れるということで、人体は極めて弱くなってしまいます。そのボトムネックになっているのが特に大腰筋なんです。ここが動かないことには全体の引っ張り要素を強めることにはならないのです。全身をまとめるのに特に重要なのは体幹部の使い方ですけれども、あるべき姿のままに強化していくことこそが重要なのです。その鍵を握っているのが大腰筋であり、決して大腰筋を強く収縮させること自体が重要だという意味ではありません。これまで説明した内容をもとに、終鉄のカリキュラムが大きく2つに分かれているという点を特別に公開いたします。まず1つ目は、ボトムネックになっている筋肉を特殊な方法で集中的に鍛える稽古です。フォームさえ守れば誰でも刺激がいくというふうに工夫して作られています。これは非常にハードでやりがいもある稽古ですけれども、残念ながらこの鍛錬だけでは終鉄の力の出し方はできません。どれだけ筋肉が発達しても、実際に全身が連動して動く場面でその筋肉を働かせるっていうことができないのであれば、単に体の一部分の筋繊維を発達させたっていうだけのことになってしまいます。そこで必要なのがもう一つのカリキュラム。2つ目は伸びる姿勢を中心とした姿勢を整えて使う稽古です。これはテンセグリティ構造を強くするための引っ張り要素をどれかに偏ることなくバランスよく使うための鍛錬です。非常に難しいので、もやっとした感覚になることが非常に多いですけれども、これが理解できて初めて動きの中で生きてくるということになります。終鉄の鍛錬カリキュラムは以上の2つの要素から成り立っています。この鍛錬の実際の方法は稽古会でしか公開していませんが、これまで紹介してきた基本の体操などが何をやろうとしているのか、その結果体がどのような状態になっていくのか、その理解を深めるために今日の解説が少しでもお役に立てたら嬉しいです。以上です。ありがとうございました。